どこにはまったとしてもですね、ヘイトさえ取れていれば、どこに入っても閉じ込めることができます。どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、飛行生物全方位トラップのご紹介です。先日ですね、ロストコロニーでデスモダスの全方位トラップをご紹介させていただきました。こちらに対してですね、他の生物でも使えるんじゃないっていうコメントをいただきまして、実際試してみてですね、使えたので、使える生物ご紹介していこうかと思います。実際ですね、横に回り込むフクロウやデスモダスに関してはかなり有用なトラップとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。また最後にデスモダスの全方位トラップカスタムバージョンもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、アルゲンタビスのご紹介です。作り方は基本的に以前のデスモダストラップと一緒ではあるんですが、少し高さが変わります。必要素材はこちら。柱が2本、天井が1つ、壁が4つ以上です。では実際作っていきますね。まずは柱を、高さをそのままで置きます。そして上に1本。天井を真ん中に置きまして、壁を両扉枠。直線上に置いて、秘密の出入り口に切り替えます。これを対角線上に置きます。天井についてしまった場合は、開けばいいです。もちろん直接柱につけていただいても問題はありません。作成としては以上です。高さだけ変えております。一番上でもいいんですが、この高さの方が捉えやすいかと思います。実際やっていきますね。誘導していただいて、入ったら、外側を閉じます。これでアルゲンも抜けることができません。ただですね、アルゲンの場合に関しては、これでも捉えることはできるんですけども、どちらかというと、以前ご紹介した万能トラップの方が捉えやすいかとは思います。必要素材も一緒でして、柱を、高さをそのままで置きます。そして上に1本。奥側に角に天井を置いて、壁を両扉枠で3つ囲って、最後、出入り口を秘密の出入り口にします。これだと、こっちから誘導して、はめるだけでですね、閉じることができますので、こっちの方が捉えやすいかとは思います。雪袋とかプテラでも誘導できますし、この柱の高さ調整していただければ、下をギリギリアルゲンで抜けるとかも可能ではあるので、アルゲンに関してはこっちの方が使いやすくはあると思います。立てれる立地に合わせてですね、使い分けていただければと思います。以上です。続いてグリフィンのトラップ。必要素材はこちら。一緒なんですが、柱が2本、天井が1つ、壁が4つ以上です。実際作っていきますね。グリフィンに関しては、高さを一番上に置いていただきます。もう1本柱、真ん中天井を張っていただいて、壁は両扉枠を直線上に置いて、秘密の出入り口を十字に置く。天井についてしまった場合は開けていただければいいです。どっちでも問題はありません。作成は以上です。以前のデスモダストラップと全く同じ作りですね。実際やっていきますね。ぜひも撤退されたらですね、このまま入ってきてもらって開ける。外側を開けていただかないと外に壁が押し出してしまうので、ここだけご注意ください。これで
グリフィン、こっち側にも抜けることはできなくなっておりますので、捉えることが可能です。アルゲンよりも捉えやすいかとは思います。ただグリフィンの場合ですね、以前ご紹介しております柱トラップの方が捉えやすいというところがありまして、詳しくはそちらをご確認いただければと思います。一応作っておきますと、柱を一番上、その上に置いて、横向けて一番上、下に下ろす。下ろした側に秘密の出入り口を入れる側に置きます。これだと、徒歩なんで今あれなんですが、誘導していただいて、閉じる。これで捉えることができますので、柱4本と壁1枚で捉えることができるので、こっちの方が簡単だとは思います。プテラとかアルゲンでも誘導ができるので、かなり便利に使えるかとは思います。ただ、グリフィンも結構横に回れたりしますので、状況に合わせて使いやすい方を選んでいただければと思います。グリフィンはこっちの方が使いやすいですかね。以上です。続きまして、本日の本命、雪袋くんのご紹介です。雪袋くんはサイズ感の問題で、両扉枠をそのまま扉枠に変えていただければ、同じトラップでも使えるんですが、さらに使いやすいように少しカスタマイズをしています。必要素材はこちら。柱が2本、天井が2枚、壁が4枚、天井が1枚増えております。以上です。では実際作っていきますね。柱を、高さはどちらでも大丈夫です。その上にもう1本。そして天井を上の柱の上下に貼ります。そして壁を回転扉、秘密の出入り口で4方向貼ります。壁は天井についても柱についてもどっちでもいいです。開けていただければ大丈夫です。以上です。実際やっていきますね。期待されたらこう入ってですね、中に入ったら開けると。4方向回転扉にしているので、どれを開けても問題はありません。これで抜けることはありません。一応ですね、雪フクロウくん結構面倒なんですけど、これだと簡単にはまってくれますんで、どこにはまったとしてもですね、ヘイトさえ取れていれば、どこに入っても閉じ込めることができます。雪フクロウくんは野生の雪フクロウでも横っ飛びを結構するので、捉えにくい生物ではあるんですが、しくったとしてもですね、このように簡単にできるので、全方向かなり有効かと思います。さらにこのトラップですね、雪フクロウ眠らしたとして、このようにですね、全部囲うことができるので、これちょっと天井に貫通してしまってますけど、全部囲うことができるので、眠らした後ですね、完全防御で野生生物に襲われずにですね、眠らせることが可能です。必要な時だけ開けて渡すという感じですね。ちょっと今上に乗っちゃったんであれなんですが、基本下側に寝てくれると思うので、特にロストコロニー、マナとかがいたりもするので、襲われないようにですね、完全に囲って放置しておけるので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。続いてデスモダスくんのカスタムバージョンのご紹介です。必要素材はこちら。柱が8本、天井が1枚、壁が4枚、柱を6本追加しています。これは以前のトラップでも可能ではあるんですけども、高さがうまくいかない人向けにですね、少しカスタマイズしてみました。実際作ってみますね。柱を一番上に置きまして、その上に1枚、一番上に天井、真ん中ですね。壁を両扉枠にして直線上、回転扉にして直線上。ここまでは一緒です。ここから追加で柱を細くして両扉枠の下につけます。そして横に伸ばす。多分ここの柱だけでもいけるとは思うんですが、より確実性を上げるため、この2本追加しているのを両側に設置しているという状態です。これだと柱の上にですね、デスモダスを固定できるので、サバイバーが地面に埋め込まれた状態で、基本戻ってくるとは思うんですが、
落ち込んでしまうっていうのをさらに防げるようになります。もしサバイバーが落ち込んでしまう危険性が嫌だよっていう人はですね、柱6本なんでそんなに重くないと思うんですが、足しといていただくとより安全かと思います。一応実際やってみますね。それで誘導した場合にですね、入ったら扉を閉めると。これで捉えることができます。これで高さを固定できるので、下に行き過ぎてロックしてですね、地面に埋まっちゃうっていうことを避けることができます。これで持たれるとこのように確実に地面に掴まれた状態で出るので、地面の下に落ち込んでしまうっていうことを避けることができます。場合によってはですね、ちょっと落としやすいという欠点になるので、柱ないバージョンで捉えられる人はそのまま柱なしでやっていただいた方がいいかもしれません。あった方がこの高さを固定することができます。たまにこの下に入り込んでしまった場合は、一回抜いてもう一度入れ直していただければ問題ないかと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、飛行生物全方位トラップのご紹介でした。アルゲンに関してはですね、直線的に飛ぶので、全方位トラップよりいつものですね、万能トラップの方が捉えやすいかとは思うんですが、利用することは可能です。グリフィンに関してはですね、全方位トラップでも柱トラップでもですね、どちらでも有効的ではあるんですが、柱トラップの方が簡単に作れるので、若干柱トラップの方がおすすめではあります。ただグリフィンも結構近場に来ちゃうとですね、回り込んでしまうので、お好みで使い分けていただければと思います。雪袋に関してはですね、かなり誘導がめんどくさいタイプではあるので、この全方位トラップだとですね、一回誘導をミスっても簡単に捉えることができますし、さらにですね、オールガードすることができるようになりますので、特に危険な雪山にいる生物にもなりますので、放置して捉えるにも非常に役立つかと思います。デスモダスの柱の追加に関してはですね、ない方が安定はするかと思います。ただどうしても場所的にですね、誘導高さがうまく捉えれない場合はですね、今のように柱を使っていただいた方が、サバイバーやペットが地面下に落ち込んでしまって離された時に下に落ち込んでしまう可能性を極力避けることができます。一応ローカルで試している限りはですね、地面に落ち込んでもちゃんと外には出てくるんですが、やはり公式非公式サーバーなどに関してはですね、落ち込んでしまう危険性が割と出てくるので、ぜひご活用いただければと思います。ということで本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。